続いてのテーマは希望トーク。絶望の話はねちらっと聞きましたけども、ここから今までやってきた仕事の中でね希望あふれるというか明るい話なんですけども、サイレンで、結果的に長く売れるタイトルになってさ、その後にあなたはまたこうグラビティデイズの富山っていうやっぱ代表作品をまた作るわけだけども、けどまさか富山慶一郎からグラビティデイズが出てくるとは全く思ってなかったから。そうですね。これ結構やっぱ言われる。そう見えるかなとは思うし、でもそこはやっぱりうちの会社のボトムアップっていうか、普通はやっぱりこれこうだから次もこれやってよって。いや絶対なるじゃん。自分としてはこれがやりたいんですって言ったら、そうなんだっていう普通にそれが通るところだったので、これを仕事にするんだったらこういうことやりたいなみたいなことを思っていたやつをやるって言ってもなんとかなんのかなと思って、そこに出会ったっていう感じ。あれはじゃあ自分の中で、ぶっちゃけビータの立ち上がりに合わせて、それはグラビティはやっぱ結構言ってるからあれですけど、もともとは PS3 で開発をやってて、途中でじゃあ言うと会社の方がビータやるから、富山のあれはちょっとビータでやれって。やれではないくて、次世代携帯機、PSP の次っていうやつですよね。時になんか社内でいろいろどういうふうにっていうところでフィットするんじゃないのっていう、最初はそれぐらいの、だからちょっと検討してみてよっていうか、試作来てこれかとか思って、じゃあやってみっかみたいな。でも本当に良かったですか、ビータのイメージとすごくフィットするタイトル。なんかね、やっぱビータを代表するねタイトルグラビティデイズってやっぱこうちゃんとこうプロモーションも含めてね代表作になった。あれはやっぱ良かったと思うよ。ある種このジャイロだったりとかさ、背面だったりとかっていうのが結果的に言うと後からじゃんあれ。そうです。これはみんな気づいてないけど、本当にそれ実現できるのみたいなことがやってる、見せつけられるみたいなのなんか気持ちよさみたいなのがすごくあって、じゃあもう自分の中にはある種のこう称賛というか、絶対これいけるわと、表現もできると思って作ってたの？いや、ないですよ。いや、最初はイメージはあるけど、実現は別の話っていうところで、そこはできないのか、ギリギリできるのかっていうことを本当に話しながら見極めてっていう、すごいなんていうか楽しいというかね。けどね、本当冒頭でも言うたけど、なんかね、サイレン富山のやっぱイメージがさ、グラビティデイズ富山になったのはね、やっぱこう今でも普段飲んでるね、富山慶一郎からグラビティデイズが出てくるイメージがね、やっぱなくてさ、サイレンはね、想像がつく。これは、いや、想像つきますね。いや、想像つくよ。病んでる感じがね、やっぱね、作品の雰囲気にやっぱよくわかるけど、実際は結構いると思うんですよ。実はこれもできますみたいな。いや、そうだけど、業界の名だたるクリエイターの皆さんで、でも言うても当たるとやっぱり当たったもちろんからなんていうか、次もそっちやりなさいってなるでしょ。やりたいんってそこまで言うんやったら別にいいよ、なんかやりたいことでって言ってもらえたのがラッキーで。通る SIE がすごいね。なんかそこはそうなんですよね。だからもともとソニーミュージックとかが母体になってたりもあれなので、ミュージシャンの発声のなんてで捉えてる。なるほどなるほど。クリエイターがそう言うんやったらちょっとかけてみるかっていうノリか。じゃああれか、ソニー入ってからサイレンシリーズ、グラビティデイズシリーズっていう、この2大ブランドをやっぱもう20年かけて作ってきたって感じか。最初の10年サイレン、後半10年グラビティデイズって感じ？そう、ざっくりだと。ざっくりそうだけど、なぜかサイレンが最近あらぬところから盛り上がっててちょっとね、なんかこんなん出たりとかもね。これでも会社が仕込んでというよりは、当時サイレンを遊んでくれた中で、イベンターとかそういうプ
プロモーターみたいな仕事になった人が、サイレンでやりたいんですけどってやればっつって、本当にそんな盛り上がるかなと思ったら、すごく盛り上げていただいていて、なんていうかありがたいなというかサイレンはすごく運がいいというか、実況文化との相性がすごく良かったんですよ。ツッコミどころというか、わけが分かんないけどやってるうちになんかだんだんみたいな、で実況でなんかサイレンやってる人がいるよみたいなところから、あとツイッターで時系列というか、サイレンって8月の最初の3日間の何時何分にこれが起こってみたいなのを明確に記述しているっていうのと、ツイッターとの相性がすごく良くて、半分は自分の計算とか自分の戦略とかもあるけど、半分運だなみたいな、麻雀っぽいなと思って麻雀って花から絶対 100% これで勝てるなんていう気持ちになったことが一度もなくて、どうやったらちょっとでもっていうか、もうそれこそ状況は周りはどんどん変わるっていう時に悩んで、ダメだったかなと思ったらまだそれが生きてたみたいなこともあったりして、面白い、なんかこの仕事やってよかったな。まあなんかこうエンタメ業界やな、そういうのはな。そうなんですよね。まあけどなんか本当今の時代と相性もいいやっぱ作品やと思うからさ、サイレンなんかやっぱ次やってくださいみたいな話も絶対ね、集まってると思うからね、なんかちょっと今後のね展開にもやっぱ期待したいなって思います。あんまりいろいろ言うとね多分モニョモニョしちゃうから、はい、これぐらいにしとこうかなと思います。ということでまた次回。